こんにちは。ピアンタオチャンネルの岩城です。いつもご視聴ありがとうございます。今日はちょっと趣向を変えて、チェンバロがどうやって音を出しているか、そこを見ていただこうと思います。お楽しみに。さて、皆さんはピアノは弦を叩いて打楽器であると音を出す、そしてチェンバロは弦を弾いて音を出す、つまりギターとかハープとか同じ発弦楽器であるというのは聞いたことがあると思うんですけれども、実際にですね、コンサートとか行っても、あるいは私がこう弾いてるのを友達がこう近くに来て見て、周りを囲んで見ても、その鍵盤を弾いてどうやってじゃあ弦を弾いているかというところまでなかなか見えないんですね。私も弾いてて見えるわけじゃないんですよ。なので、そこら辺のところを見たことがある人は少ないと思うので、それを今日はご説明します。まずですね、ここにバーがありまして、これを開けないとその場所が、秘密の場所が見えないんですね。でここに並んでますジャックというのがこれ並んでいるんですが、これがどういうものかと言いますと、一つね、これ一番この奥側が下鍵盤を鳴らすジャックなんですけれども、で真ん中が4フィート、そして手前側が上鍵盤のジャックが並んでるわけですが、こんな風にですね、これがジャックと言いまして、ここにあるペロペロっと動くものがタングと言います。で裏にこうねバネがついていて、で、ここに見えるかな、私の指の上のところにこれが爪ですね。爪が昔は、鳥の羽が主体だったみたいですけど、今はデルリンというね、プラスチックみたいなもんですね。それが多いです。でさらにこの上にフェルトが、実はこの赤いのがフェルトで、あるんですが、これどういうふうに働くかというと、こうありますね、爪見えますね。で私の指がですね弦だとすると、弦がこう上にあって、爪でこうその弦をピュンと弾く、ね、この上にある弦を、これが上がる、鍵盤を弾いてこれが上がることによって爪が弦をこう弾くということになります。でこれがこう一本の木にですねこれが爪が固定されていたらでもいいんじゃないかと思うかもしれないんですが、こうポチンと弾いて、ちゃんとこう弾いた時にこう後ろにタングがいって、これがまた戻るというような感じですね。プチンとこういく、そういうアクションになっているんです。で非常にこれ繊細なものでして、この爪の長さや厚さも実は自分で演奏者がですね、奏者が削ったりして、音量だったり音色だったりをコントロールします。それボイシングと言いますけれども、で削りすぎて、例えば短くなりすぎると弦にその爪が届かなくてスカになっちゃうんですね。こうやっても音が出ないとか、あるいはこれを削ってる途中に折っちゃうとかね、そういうこともありますし、厚さが厚すぎる、あるいは太すぎる、長すぎる、そうなるとどうなるかというと、ものすごくその弦を弾くのに抵抗が出ますから弾きづらいということもありますけど、音量も他のものと比べてものすごい大きな音が出たりするわけです。そういうことがあると、自分でこのジャックをですね、いちいちどの音がどれだって言ってこうつまみ出してですね、削り直したりするわけです。あとこれみんなそのタングも、ジャックも木ですから、で非常にねこの間も狭いですから、湿気なんかで、膨らんだりすると簡単にここが動かなくなってしまって、こう一回弾いたものがタングがギュッとこ
後ろに行ったものがそのまま戻らないとかね、そうすると次の音が出なくなっちゃうわけですね。そういうこともあって、響板を保護するとかそういう意味ももちろんあるんですが、湿気のコントロールというのが非常にシビアにやらなければならない楽器です。でですね、これ開けたまま弾いてやってくれたら見えていいのにって思うかもしれないんですが、例えばですね、今ちょっと何か弾いてみますと、上鍵盤に弾きますね。もう出ないんですよ。つまりこの上がりっぱなしになっちゃうわけですね。なのでこれが上がりっぱなし、ジャックが上がりっぱなしにならないようにこの棒で押さえつけて押さえつけて、いるわけです。こういう状態にして、曲はね、弾くということになります。そんなところでしょうか。では音が鳴っているところを写真のアングルで撮ったビデオがあるので見ていただきます。